とまるたん、こんにちは。ロマンティックな石畳の旧市街とインスタ映えスポット、アイコニックな風景で女の子に大人気のイストラ半島の町ロヴィニュ。場所がちょっと不便なことやユネスコ世界遺産でないということもあり、日本ではまだ知名度も低く、ツアーに組み込まれることはほとんどありませんが、実はクロアチアの観光統計ではドゥブロブニクを抑えて訪問者数、宿泊者数ともビジネスでの訪問者が多い首都のザグレブ。アドリア海リゾートの起点となるクロアチア第2の町スプリットに次いで毎年トップクラスの人気を誇っています。またクロアチアでは全部で11軒あるミシュラン一つ星レストランのうち2軒が存在する唯一の町で、旅慣れた通好みの大人の旅行者に人気です。今回はそんなロヴィニュの旧市街にあるヘリテージホテルアンジェロドロをご紹介します。黄金の天使というイタリア語のアンジェロドロは17世紀のベネチア共和国時代に建てられた司教館を改装したヘリテージホテルです。ロヴィニュの旧市街の中に位置し、夏には行列もできる有名なインスタスポットがすぐ目の前にあります。観光見どころの旧市街内に位置していて、旧市街観光の起点となるバルビモンや丘の上の聖エウフェミア教会へは徒歩約5分、青空市場からは徒歩約3分、長距離バスターミナルからは徒歩約10分の立地で、レストランやショップも徒歩圏内にたくさんあります。石畳の旧市街の中に位置しているので、車は立ち入ることができず、荷物がある時や歩行困難な場合は専用のゴルフカートで最寄りの駐車可能エリアまで送迎をしてもらいます。客室のレイアウトはご覧の通りです。階段が2カ所あり、上階はつながっていません。2つの隣り合った建物が地上階でつながっているような構造で、向かって左側の建物は右側の建物に比べてシンプルな印象でした。続いて客室とアメニティ、朝食、最後に注意点や気づいた点などをご紹介していきます。客室は清潔、ベッドメイキングもきちんとしていて快適でした。ベッドや枕も寝心地がよく熟睡できました。家具はアンティーク調でやや使い込まれた感じがあり、私が泊まった部屋には小さなワードローブと折りたたみ式のデスクがありました。公式サイト情報によるとシービューのお部屋もあるようです。客室には無料のガラスボトルのガスなし水が1本、カプセルコーヒー、カップ、グラス、そして砂糖がありました。ミニバーにはワインやビール、コーラ、ガス入りとガスなしの水などがあり、人気のトリュフ風味ポテトチップスは4ユーロで販売していました。客室にはバスローブと金庫、ドライヤーが備わり、箱の中にはスリッパ、ランドリーサービス、ソーイングセット、シュースポンジ、虫除けマットもありました。私が泊まった部屋の浴室は改装されたようで、清潔で機能的、水圧、水温ともに最高に快適で気持ちよく使うことができました。拡大ミラーはなかったようです。シャワーはハンドシャワー、アメニティはシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ボディーミルクの小さいボトルがあり、その他にシャワーキャップ、バニティセットとソープが揃っていました。Wi-Fi がつながらなかったのでレセプションで再確認をすると、もう一つのネットワークを教えてくれて問題なく使うことができました。朝食はロビー横のレストランでビュッフェ形式でした。それほど広くはない屋内スペースでしたが、もともとのゲスト数がそれほど多くはないためか満席ではありましたが、特に行列ができたりすることはありませんでした。朝食の内容はご覧いただいた通り普通に充実していました。ヘリテージホテルアンジェロドロは共用スペースにゆとりがある印象でした。ロビー横にはゆったりできるリビングスペースがありました。建物に向かって右側の棟は1階、
日本式2階に雰囲気の良い中庭があり、最上階には海を眺めることができるテラスがありました。石畳の旧市街の中に位置しているので、車は立ち入ることができません。ホテル専用のゴルフカートがあり、最寄りの駐車可能エリアまで送迎をしてもらえます。荷物がある場合、乗車は運転手さんの他に4人まで、荷物がなければ6人乗車できます。これらのサービスは実は無料でチップ制となっています。人数にもよりますが、1人当たり2ユーロから3ユーロ渡すと良いと思います。びっくりしたのは、到着や出発時以外にも利用させてもらえたことです。実は今回、旧市街内にあるミシュラン一つ星レストランが満席で予約できなかったので、旧市街ビューのある少し離れたミシュラン一つ星レストランへ夕食へ行きました。歩いても約20分ほどの距離でしたが、年配の方がいらして、特に石畳は難しいとのことだったので、車利用のため駐車場への送迎を頼んだところ、レストランのあるホテルまで送ってくれました。ただ、カートの利用については予約をすることはできず、カートや人手に余裕がある時だけのようでした。レストランからの帰りは23時までなら迎えに来てもらえるとのことでしたが、23時以降はレセプションが1人になるのでカートはお願いできませんでした。最後に注意点です。17世紀の建物を改装したヘリテージホテルなので、エレベーターはなく階段のみです。客室は地上階にはなく、どの部屋も階段利用となります。私が今回泊まった部屋は3階、日本式の4階まで階段でした。スーツケースなど荷物はロビーの男性スタッフが手伝ってくれますが、同じ人がカートでの送迎もされているので、タイミングによっては待つ場合もあります。荷物を運んでもらった際には1個あたり 2,3 ユーロのチップを渡すようにしましょう。鍵はカード式ではなく普通の鍵タイプです。コツを知らないと分かりにくい場合もありますので、チェックインの際に必ず確認するようにしましょう。本館の方はよく分かりませんが、私が泊まった朝食会場がある方の建物は階段や周囲の客室の物音が結構よく聞こえました。音に敏感な方は耳栓を準備するなどした方が良いかもしれません。あと、ホテルではよくあることですが、照明がかなり暗い印象でした。これはこのホテルに限ったことではありませんが、ロビニューを含めクロアチアの海岸部のリゾート地は冬はショップやレストランも閉まり、閑散とし、少し寂しい雰囲気となります。また、日本の旅行代理店が手配した個人旅行で宿泊されている旅行者の方にもお会いしました。到着時は専用車が停車する駐車場からホテルのカートに乗り換えると案内がありましたが、出発時は専用車の運転手とホテルのロビーで待ち合わせと行程表に記述があり、英語もできずに困っていらしたところをホテルの人に頼まれてサポートさせていただきました。結局、運転手からホテルに連絡があり、到着時と同様にホテルのカートで駐車場まで送ってもらうことになったのですが、そのあたりの詳細は事前に確認しておくと良いなと思いました。日本ではまだあまり知られていないクロアチアの人気リゾートロビニュ。ロビニュからは近くにある世界遺産ポレチや円形闘技場もあるプーラへも日帰りで行くことができ、車を利用すればトリュフ尽くしレストランやトリュフ狩り体験、極上のワイナリー巡りも楽しめるなど 2,3 泊するのに最適な街です。そんなロビニュの宿泊選びのお役に立つと嬉しいです。2023年9月初めに実際に泊まったヘリテージホテルアンジェロドロのレポートいかがでしたでしょうか。これまでロビニュには何度も行ったのですが、ゴロゴロの石畳の旧市街内に泊まるのはスーツケースを引いて歩くことができないこともあり、敬遠していました。時期やたまたまのタイミングもあるのでしょうが、この9月初めに利用した時は到着時、出発時ともに専用のゴルフカートをストレスなく利用することができ、
夕食のレストランへも送ってもらえたのは、歩くのが苦手な方がいる場合にはすごく便利だと思いました。スタッフの感じもよく、階段利用に問題がなければ日本では体験できないアンティークな趣のある大人の隠れ家的なゆったりした滞在を楽しめるホテルだと思いました。クロアチア旅ソムリエでは、大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしています。この動画がお気に召していただきましたら、チャンネル登録して応援していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。フバーラ・ドビジェニャン。